コウタです。タイです。今日は50カ国行った夫婦が語る死ぬまでに絶対行きたい国ベスト5ということをお伝えしたいと思います。それでは行きましょう。レッツゲットスターティッド。世界中チャンネル。はい、せっかくですね、今日はタイのバンコクにあるスワンナプーム空港に来ましたということで、これからドバイに向けて、出発するということなので、撮影してみたいなというふうに思います。はい。死ぬまでに絶対行きたい国ベスト5第5位。それはオーストリアです。これはね、我々ウィーン限定ということになりますけれども、とても特にタイミさんが大感動していたという感じで、本当に良かった。もう街全体が美術館みたいな。そうね。ハプスブルク家の時代の建物であるとか街並みがそのままあってね。なんかさ、美術史美術博物館っていうのが、私的には超感動して、過去行った美術館の中でナンバーワンだったんだけど、もう建物自体が、ハプスブルク家のめっちゃ本当に大豪邸、大豪邸というか城、だからまあその当時がどれだけ豊かだったかというのを示していると。いやほんまにちょっと残念だったのが、オペラを聴けなかったっていうのは一つ、やっぱり音楽の都ですからね。オペラとか、まあコンサート、それはちょっと言っとくべきだったかなって思うんで、それは次回のね宿題にしたいな。いろんなところにさオペラ座みたいなのあったやん。それもなんかかっこよくってさ、外にさ音楽バンバン流れてさ、ちょっとライブビューみたいな、ビューイングみたいなやつでちょっと見れたりしたよね。だからまあすごく音楽と文化が根付いている街だなというふうに思いました。感動した本当に。というわけで5位はオーストリアでなります。はい。死ぬまでに絶対行きたい国ベスト5、その第4位。それはギリシャです。特に良かったおすすめがミコノス島になります。いやもうめっちゃ良かった。女子全員好きやと思うわ。いやそうですね。島全体が白い建物に覆われていて、どの場所で写真撮ってもずっと可愛いね。そうね。本当に。教会も可愛いし、ギリシャの島々の美しさというのがすごくわかるところなので、海も綺麗だし、綺麗な青い海と、白いその建物とか、壁とかそういうのと、青い空と、いやー感動した。中にさすごい小さいやん島自体は。でそれやのに島の中にさビトンがあったりとかさ、それがウケてんけど、そこでねハイブランドのショップあるんか。そうなんですよ。というわけで、ギリシャなんですが、アテネもね行きましたね。ザ・ギリシャといえばみたいなパルテノン神殿。パルテノン神殿。これはやっぱり一生に一回はね見てみたいなということですね。うわ本物やって思ってすごい感動した。よかったんですが、街並みもまあ綺麗っちゃ綺麗なんですが、まあそうだね。でもなんか元気なかったね。行った当時が実は破綻するか破綻しないかとかいうようなギリギリのところで、街並みがね結構落書きも多かったりとかして、いやー本当になんかねちょっと治安若干悪いのかなって感じましたね。ただね、観光エリアなんかはとっても人も多くて、小道があってね、そこを歩いて。やっぱりそこもヨーロッパのなんか美しい小道みたいな感じで、とても楽しかったなというような。そんななんか落書きされててもおしゃれはおしゃれなんですよ。死ぬまでに行きたい国ベスト5第3位。それはトルコです。イエーイ。タズコっていうの行きましたね。そう。これが予想外に良かった。そうやねん。さみんながよく知ってる塩湖っていうとウユニ塩湖やと思うねんけど。このタズ湖は有名じゃないのに、ウユニ塩湖並みにめっちゃいい、でだからあそこはもう一見の価値ありということで、タズ湖というのをね行っていただければと思いますし、あとはパムッカレ。そうパムッカレ。石の小さい滝のところがいくつもあるようなところで、なんていうだんだん滝白い。であそこが自然の芸術。めっちゃとても面白かったし、石灰石のなんか、自然に出来上がってると思えへんような、なんか段々でさ、むっちゃかっこよかったよな。あと言ったのでね、特に印象に残ったのが、カッパドキアと。さあこれが石のお家。石のお家がね
あって、もう本当に可愛い感じのね、ところくり抜いてで、な、住んでる人いたよな。住んでる人いた、住んでるところを見せていただいたという感じになりまして、まあそんな家がたくさんあって、もう車で走ってるだけでもなんかボコボコっていう岩があって、とても印象的だったなとめっちゃ良いうかった印象がありますね。カッパドキアといえば気球が有名で、そうなんですよ。気球はね、ぜひ乗っていただきたいと。あれはすごいよね。よくさ、インスタの映え女子がさ、背景にさ気球大量にブワーって飛んでるところを、確かに優雅になんかお茶してるというかさっていうのが大体さやってるな、みんな。私たちは気球に乗ったけど、乗りましたね、なかなかいい体験で、すごい早朝から真っ暗な時からスタートして、そうね、でみんながさ一斉に乗るから、ありとあらゆるところからこう気球がブワーって上がっていく姿が幻想的で、そうね、なんかすごいメルヘンっていうか不思議な感覚になった。そしてこれが面白かったのが、かの有名なトロイの木馬。トロイの木馬ね、これもね、伝説上の本当は言い伝えであるんじゃないかないんじゃないかとかって言われてたんだけど、実際にあって、トロイの木馬の中に兵士を隠して、町を殲滅させたというケースがありますね。あれほんまにさ、ほんまにあの時に作ったやつってことやんね。すごいよね。とにかくトルコはおすすめということで、絶対行った方がいいよね。我々もまた行きたいというふうに思っております。死ぬまでに行きたい国ベスト5第2位は、それはペルーです。南米のペルーになります。間違いない。ここはね、ぜひ行っていただきたいというふうに思います。いや本当ですよ、こっちですよ。ペルーといえばですね、普通に考えたらもうマチュピチュ一択なんですよね。マチュピチュ一択なんですが、それだけではないと、いうことで、もう国全体として楽しめると。さらに脅されました、我々。なんていうネットに。何かというと、治安が悪いと。とにかく治安が悪いということで、脅されました。どういうことかというと、リマですね。リマというのは本当に強盗や、人を殺めてしまうというような犯罪が本当に多いというふうにネット上で書いていてですね、気をつけた方がいいよというのがありました。第一印象としてあれっていう感じで、そんなにそんなにやばい荒れてないなっていうとかがなかった、落書きとかあったりさするのもなくって、なんか普通に綺麗な街だねっていう感じやし、ビーチのさところのさ沿いのなんかカフェとか、なんかすごい素敵な、本当におしゃれなとこやなって感じがした。で普通に街歩きもね少しして、もちろん安全そうなところを選んできて、宿のお姉さんがなんかにここは行っちゃダメっていうのをね、言われたりして、でそういうところはやっぱりねちょっと鉄格子とかがすごい家の周りであったりとかしてね、それは確かに危険だなっていうのはあったんですが、それ以外はもう全然大丈夫かなというような感じで、なかなか楽しめた。リマというところが非常に楽しめたというふうに思います。よかったよね。おしゃれだったね。でそこから移動したのがクスコという都市。これが我々お気に入りやんな。これがね最高です。もうそれもまさに中世に迷い込んだような。いやーなんか、ほんまにさ独特のさすごい高地だからさ、空気がまず薄くて、確か4000メートル近い3000何百メートルのもう場所ですので、それでさ街のさやっぱりさ高いところやから、山のさがすごい近いというかさ、そうだね、景色が山の景色がすごい全然普通の街とは違うから、それもすごいなんか幻想的やったし、すごい良かったな。だからこの高知にちょっと慣れてきて、じゃあ散歩しようかみたいな、街歩きしようかってなったら、どこを歩いても中世なんかヨーロッパのね、なんか統治時代はこんなだったんだな、スペイン統治の場所ですから、こんな感じだったのかなっていうような、もう忍ばれるそのまま残っているようなところで、これはもうポジティブサプライズ、全く予想せずにもうマチュピチュだけを目的に行ったらクスコが本当に良くて、本当にもう下手すりゃマチュピチュ以上に良かったんじゃないかっていう。そうやな。それでマチュピチュ村に着いたんですね。マチュピチュというのはマチュピチュ村からさらに車で 1,2 時間走ったところ、バスでね、走ったところなんで、まず必ずマチュピチュに行く人はマチュピチュ村に行くと。でほとんどがそこで1泊とかして滞在する、ここもね、僕はここもすごい良かった。渋かったよ。渋い。日本の温泉街みたいだったよ。温泉街だし、そうだね。景色も、なんかパレードもちょっと行われたりとかして、街並みもこじんまりとして
まあペルーのいい部分が凝縮されてるみたいな感じ。大きな川があって、それで温泉もいくつかあったよな。それでなんか本当にもうまさに日本のどこかの温泉街ちゃうかって思うような雰囲気で、すごい何とも言えない感じだった。そうですね、この村にまあ一泊をして、その後翌日早朝からマチュピチュに向かうということで、マチュピチュはツアーに参加しなきゃいけないと、ガイドさんがいなきゃいけないということで、ガイドさん付きのツアーに参加をしましたということですね。ガイドさんに導かれながら一番有名なねマチュピチュの景色のところに行ったんですが、まあ、いずれにしてもねもうマチュピチュも良かったし、もうペルーという国全体が本当に素敵なところで、しかもですねご飯がうまい。いやほんまにそうやね。私気に入ったのセビーチェ。そうこれセビーチェというのが、まあ、マリネですね、こちらで分かりやすく言うと。そうだね、ちょっと水分も多めのもので、とにかくうまい。めちゃくちゃ美味しい。食べ物関係ないけどいろんなところにアルパカちゃんがいいねん。アルパカちゃんはねめっちゃ可愛いね。めっちゃ可愛い。でアルパカと一緒に写真撮ったりさ、コアルパカとかもいたりさ、抱っこしてさ写真、ちょっとそれお金チップいるけど、抱っこして写真撮れたりとか、もうとにかくアルパカが可愛くて。そうね、だから基本的になんかそこに民族衣装を着た女の子やおばちゃんとかがいて、でそこでアルパカ引いてるんで、それはまあお金払ったら撮影できるよっていうところなんで、どんどんねそんなに高くないんですよね。確かに100円とか渡せば、100円とか200円ちょっと今は分かんないけど少額渡せば全然納得してくれるんで、それ撮影させてもらってっていうことで、少し残酷なお話をすると、そうごめんなさい、食べさせていただきましたごめんなさい。アルパカステーキですね。なんかレストランでアルパカステーキあって、とか思ったけど、一応経験としてああいうのはトライするタイプですからね。普通に美味しかったアルパカさん普通に美味しかったです。やっぱりちょっと羊系なんで、羊系の味でそんな臭みとかもなくて、食感もいい感じで、普通に美味しいお肉をいただきました。とにかくでもすごいいろんななんか思い出がこうバーって巡ってくるようないい場所でした。そう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 。素敵でした。ぜひね、もうペルーはもう一生には必ず行っていただきたい。そうだね。しかもできれば本当にマチュピチュだけとかいうよりも、そういうクスコ楽しんだりとか、リマも行ってみたりとかしてね、国中を楽しんでいただけたらなというふうに思います。クスコは絶対行ってほしいよな。まあ通るか絶対。通るけど、だから何日かいてほしいよね。4日間とかするぐらいいた方がいいかなって思いますね。はい。というわけで第2位はペルーでした。死ぬまでに絶対行きたい国ベスト5第1位。はい、いよいよ第1位の発表です。それはじゃん、ケニアです。あ、言っちゃった。そんな打ち合わせありましたか？知らん。私が発表するということなんですが、ケニアということで第1位がケニアです。でケニアは期待してたけど期待以上だったということで、本当に素敵な思い出だなというふうに思います。でまずね、初めに入ったのがナイロビから入りましたと。そしてナイロビで生活を4日間ぐらいかな、しました。でこれはね、やはりこれもビビってました。初めての、ちゃんとしたアフリカ、エジプトは行ったことあったけど、治安悪いって聞いてるしな。そう、ナイロビというのは本当にアフリカの中でも悪い方だぞみたいなふうに聞いていて、大丈夫かな、大丈夫かなって思ったよな。行ったら確かに警戒してましたよね。そのホテルとかは入るときに爆弾がないか調べたりとか、あ、そうだね、結構厳重ななんかセキュリティだったもんね。だったんだけど、街も歩いてみたしね。そうそうそう。なんか地元のスーパーとかも行ってみたしね。ドキドキやったで。ドキドキやった。あれはとにかく携帯を片手に持って歩いたんかんと思いながら、もうポケットとか握りしめてもなんか取られないぞみたいな気持ちで行ってた。でもこれも治安のポイントはですね、結構女性が一人で歩いてるところはそこまで比較的いいと。警戒は必要ですけど、でそこは行ったところはね、女性が一人で黒人の女性がね歩いていたので、大丈夫かなという形で歩いてみましたということで、それはそれでとてもいい経験でした。そうでしたね。でその次の日か次の日、キリン保護センター。ああ、そう、あれよかった。これはね、めちゃくちゃ貴重な体験。キリンさんに。キリン触られたことあります皆さん？キリン多分ないと思うんですよ。普通にあげれんねんな。キリンの保護センターで、子供の頃から怪我したりとかして保護してるんですけど、そこで餌をあげられたりする体験があって、
餌をあげるとなんと舐めてくれる、舐めてくれるっていうか餌とついでにピロンってなってるっていう、違う違うよ、こうやってやるとこうやってやってくれるじゃん。ああそうやったけど、すごいよな。そう可愛かった。そうだからまあ可愛いけどちょっとうおーって感じのこの餌やるの怖かったよね、ちょっとだけ。かじられるんちゃうか。そう舌も長いしね。そうでもまあとても可愛くてね、特に子供のキリンとか可愛かったりとか、キリンさん最高だった、いうことでこれも良かったし、であとは、名前覚えてますか？日本人起業家のリエさん。リエさんそうリエさん。リエさんが現地にお住まいになっていて、アパレルやってんねん。アパレルアフリカの方々って本当にセンスが良くて、ビビッドなカラー、そうビビッドなカラーの布を使った衣装を作っていて日本に販売しているというね。そうワンピースめっちゃ可愛いワンピースで、ラハケニアっていうブランドなんで、ぜひ皆さんチェックしてみてください。本当に可愛いんで、たまに日本でポップアップもやってるから。でそこでね、ランチもさせていただいたりとかして。いろんな話を聞いてですね、現地のこと聞いてね、我々ビビってたじゃないですか、でも彼女は普通にガンガンナイロビの街を歩いていくということで、なんかちょっとここ寄ってみますかみたいな感じで市場のローカル市場みたいなの入っていって、大丈夫なんて思いながらな、で現地の方となんか交渉したりしてみたいな感じで、たくましく生きてるなと、まだね我々確か年下でねかなりすごいよな、素晴らしいなというふうに思いました。だからまあ危険と言いながら場所をちゃんと選んで時間帯を選んでいけば、それなりに楽しめますよというようなところでした。そして、メインイベント、マサイマラとマサイマラ、みんな有名な行きました。マサイ族。そうでまずこれはねアクセスは結構大変なんですよ。そうやね。ナイロビから車で10時間ぐらい、バスでね、ガタガタ道やしな。ツアーに参加したんですけど現地の。あとびっくりしたのがさ、野良キリンいたこと。野良キリンいた。野良キリンですよ。野良キリンだから飼われてない。普通になんかね村のところに差し掛かったところで野良キリン走ってたからね。普通に。うわ野良キリンだと思ってね。全然囲いとかあるわけじゃなく、おるんやって思ってびっくりした。もう。であと面白かったのがあちらって牛の価値がすごい高いんですよね。そうね。つまり貯金するとお金を持っているとインフレとかして紙くずになってしまう可能性があるから、だったらそのお金を牛に投資しようということで、牛を飼って牛を育てて売却するということがあって、牛がね道にいっぱい牛飼いの人たちがたくさん散歩させてるのかな。車通る前にさ牛さんとなんか横断するとかもしょっちゅうあったもんね。あったね。みんなで押してます。みんなで押しております。おーいけた抜けたー、イエーイ、よかった。マサイ族の村に着きましたということで、印象は？印象？いやなんかこれが生マサイ族かっていうことと、あとまずびっくりしたのがさ、マサイ族の人、スマホ使ってて、スマホ使ってます。すごいやん携帯発達してます。でしかも英語喋れて、それでなんかほんまになんていうビジネス部族、ビジネスマサイ族です完全にあれは。ビジネス部族なんやって思って、みんな一通りなんていうマサイのさ踊り見せてくれたり、お家実際に住んでるお家を案内してくれたり、でそこのお家の中でなんかちょっとオファーがあったりとか、いろいろあってすごい。このなんかライオンの牙で作られたなんとかだみたいな、ライオンの牙のネックレスとか、なんかいろいろなんかそういうのも、で今いくらで買えるよみたいな、絶妙なタイミングで出してくるんですよね。なんかみんなが楽しんでよかったねっていうところね。そうですごいなんだろうな、確立されてて、一連の流れがすごい完璧なビジネスモデルになってると思って。なんかビジネス部族やって思って感動した。結構あれは儲けてると思います。すごごかったね。でもジャンプ力、ジャンプ力。いやマジでよ。もうこれはさ、ほんまにもう生まれ持っての身体能力。そうよ。だからもう山梨学院大学みたいな感じでマラソン選手が移住してくるじゃないですか、この日本に。ケニアとかからな。圧倒的な実力でなんか区間賞とか取るじゃないですか。それが分かるこの身体能力のすごさ。足とかすごい細いんだけど、なんかそれも締まったね筋肉で。私の肩ぐらい飛んでるからさ、もうどんだけジャンプ力あるねみたいな。しかもさ助走とかつけずにその場飛びで
あんだけ高く飛べるってさ。なんかね高く飛んだ方が男性として優秀みたいなね、そういうような言い伝えというか、そういう彼らの信じてることがあって、いやあれはすごいよな、感動した。というわけでもしかしたら私が一番その中で男としては下のランク全然食べてなかったもんな。ビデオあったら出しておきますけど、あれ面白かったね。でマサイマラのだから家が真っ暗やったやん。電気通ってた？通ってなかったよね。通ってなかった、通ってなかった。まあでも通ってなくしてるのかもしれないね、あそこの家だけ。そうなんかな。でも住んでる人だから住んでたで。どうなんだろうね。めっちゃ狭いね。でなんか土壁みたいなのでできてたよね。そうだね。で一応なんか寝室はここですとか、キッチンここですとか、何人住んでますとか言ってたね。かまどここですみたいな、そこからさもうさ黙々って上に上げるなんかそんな感じになってたりとか、すごいお部屋だったよね。そうだね。あれで生活してるんや、でもスマホ使ってるんや、めっちゃビジネスしてるやんみたいな、すごいギャップがすごかった。でも行く価値はあるということで、そのビジネスも楽しみながらマサイ族との交流も楽しんでいただければと。あれはいいよね。メインイベント、我々がそれを目的に行ったという、ケニアに行ったということで、もうサファリを見に行ったということで、野生動物、もうこれが本当に衝撃を受けたって言ったらいいかもしれないよね。まあ我々は動物園とかでゾウもキリンもライオンも見たことはもちろんあったけど、もう全然違う生き物だなっていうのが行ったら分かると。野生ってこんなに美しいのかっていう感じだったね。筋肉のなんか隆々とした感じとか、なんか躍動感というかね、歩いているその象の迫力ね。いやあれすごいよな。アフリカゾウの近づいてきた時ビビった。でかいでかい。こっち来たらどうしようってね。ライオンさんもすごかったし。ちなみにアフリカで一番恐れられてるのはゾウですからね。ゾウとはカバですね。パワーもスピードもあるもんな。結構人を殺めてしまうことが多いというような。でさ、ジープの前にさライオンさん寝てたりとかしてさ、もうそれもさライオンの家族みたいなのがいたりとか、それもすっごい綺麗やったし、なんかすごくほんまに良かった。あの景色の中で見るからこその本来こういうところでこの子たちは過ごしてるのか、一番のなんていうかな、本当に自然な形、そう、自然な形なんやなって、ここで走り回れることってすごいいいんやろなとかすごい思って、広大なさところの見渡す限り、ぜひもうサファリはもう一回必ず行きたい。行きたい、本当に良かった、感動した、あれは。もちろんこのケニアもいいけど、タンザニアにもいいところがあるし、南アフリカにもあるし、ということでそういうのもまた行ってみたいなと思います。この本当にケニアのサファリはもう一見の価値ありということで、もうケニアはもうナンバーワンに選ぶにふさわしい国かなというふうに思います。おすすめです。はい、というわけで以上本日は死ぬまでに行きたい国ベスト5ということをお伝えしました。ぜひあなたの今後の旅行に参考になればというふうに思っております。またこういったね旅行情報、移住情報、ビジネス情報をこの動画を通してあなたにお送りしたいというふうに思います。ぜひあなたの良かった国をコメント欄で教えてほしい。教えてほしい。我々も全然行ってないところたくさんあるんで、行った国があってもさ、行ってない都市はいっぱいあるから、そういう行ってない地域とか、あとは今みたいなサファリみたいな感じでこれは体験してほしいとかね、いうのがあったら、ぜひあなたのナンバーワンというのは何かというのを今日の宿題にして。そうだね。これ別に海外だけじゃなくて日本でも全然 OK やから、一番ナンバーワンの体験したところぜひ教えてほしいなって思うし、みんなそのコメント欄の中でもさシェアし合えるから。そうすればね、それを見て他の人たちがここも行ってみようってね思ったりすると思いますので、ぜひ世界の魅力を一緒に発信できたらというふうに思っております。それではまた世界中でお会いしましょう。 See you around the world。 さよなら。この動画をご覧いただきありがとうございます。コメント、高評価お願いします。ホームページ、メルマガ、X などやっております。詳しくは概要欄にて見てください。